ごきげんよう、世界史の時間です。共和制ローマのお話を随分と長いことやっているんですが、もう10回目ですか。前回第一次ポエニ戦争が始まりまして、シチリア島での最初の激突があったわけなんですが、今回はカルタゴとの本格的な戦い、すなわち地中海での海戦です。ローマとしてはこれが初めての大規模な海での戦いとなります。海戦デビュー。はい、いつものように前回までのおさらいですが、地中海のど真ん中にあるこの三角形の島、これがシチリア島。ここでこのシラクサという町とメッセネという町があって、ここでの争い、特にこのメッセネにいたマメルティニといういわゆるヤクザ者どもですね、こいつらが絡んだことによって結局はローマとカルタゴがぶつかることになってしまった。その最初の激戦がアクラガスの町を攻略する戦いだったわけですね。この問題、序盤ではシラクサはローマと敵対していたんだけれども、今ここで流しているアニメの時にはもうすでにシラクサはローマの味方になっていて、逆に同盟を結んでいたカルタゴを裏切っているわけですね。そして一緒になってこのアクラガスというカルタゴの都市国家を攻めたわけなんだけれども、今パオーンといったこれ像ですね。ローマがアクラガスを包囲戦、いわゆる兵糧攻めに合わせているその裏側を今度はカルタゴが取って、いわゆる二重に包囲して兵糧攻めに合わせているという、そういう戦いになったのがこのアクラガス包囲戦なわけなんだけれども、結論としてはカルタゴが敗北して、結局アクラガスはローマの手に落ちたわけです。前回はここまでやったんだね。はい、というわけでこの戦いに勝利したローマ、シチリア島の大半を制圧することに成功します。まだ西の方5分の1ぐらいはカルタゴが制圧していて、ここ縄張りにしているので、これからここを攻撃していくってことになるんだけれども、問題は海なわけですよ。圧倒的な海軍力、カルタゴは持っています。逆にローマなんてほとんど軍艦なんか持ってなかったわけだな。今までずっと陸上専門で戦っていたから。なのでイタリア半島沿岸はこのカルタゴ海軍によって好き放題荒らされてしまうことになります。いくつもの町がほぼ全滅なぐらい攻撃を受けて略奪繰り返されていたわけですね。いうわけでローマは急遽これに対応すべきというか、カルタゴに対抗できるだけのその海軍力を手に入れなければいけません。元老院は100隻の5段海戦、20隻の3段海戦を建設しろと、とっととやれと命令を出すわけですね。でもね、ローマ人は今まで本格的な海戦なんかやったことないし、だから軍艦の作り方もわかんないわけですよ。そんなところに運よくなのかな、嵐がありまして、カルタゴの戦艦が難破して漂着しちゃった、イタリア半島のどこかに。で、それをローマ人が発見し、研究するわけですね。そして見よう見まねで、なんと一隻全く同じものを作り上げてしまったと、そういう説が残っています。ここから一気に軍艦を量産していくと。だけどね、おそらく本当のところはすでにギリシア人たちをもういわゆる自分の支配下に入れてるわけじゃないか。マグナグラエキアですよ。で、そこの技術者たち、彼らはもう何百年も前からガレーシップ三段回線ですね、繰り出しているわけだから、彼らからその技術を盗めばいいっていうより教えてもらえばいいだけの話だよね。いうわけで、おそらくはギリシアのその技師たちを使ってガンガンこのガレーシップ作っていったんだろうね。ちなみに3段回線とか5段回線のような、こうやってエコとみんなで一生懸命漕いで敵に激突して攻撃する船のことをガレー船というふうに一般には言います。でね、最初に作った17隻なんだけども、遊ばせるのももったいないからすぐメッセネの町に配備されることになります。だけどそこでいい情報が舞い込んでくるんですね。すぐ近くにリーパリ諸島っていうところがあるんだけれども、そこでカルタゴの軍艦がローマに亡命したいと、そういう風に願っている奴らがいるんだよ、助けに行ってあげたらどうかいなんていうような情報っていうのかな、それが入ってくるわけですよ。で、早速その17隻でよし助けに行こう、リーパリ島に行くわけですね。リーパリ諸島ですね。だけどこれ罠だったんだな。はい、というわけで17隻の軍艦でメッセナの町に行きます。すると、反省してます。リーパリ諸島で反省してますなんて言っているカルタゴの軍艦があった。なので、じゃあ僕らの仲間におなりをなんて感じでね、迎えに行くわけですね。いただきます。
なんて感じでね、なはずでは。迎えに行ってみたら、影からカルタゴの軍艦が出てきて、で、湾内に包囲されちゃって、逃げ場なくなって、結局戦わずして、17隻全艦拿捕されるという、なんとも情けない事態になってしまいました。はい、というわけで、最初の戦いっていうんですか、これ戦いって言っていいかどうかわかんないけれども、ローマは戦わずして負けてしまったわけですね。そして、せっかく作った17隻、全部カルタゴに持ってかれてしまったわけです。そこで思うわけだよ。カルタゴと海の戦いガチンコやったって、どう考えてもカルタゴの方が有利だもんね。向こうの方が慣れてるわけだから。なので、ローマが今までずーっと専門にやってきた陸での戦い、これを応用できないかと。つまり、海での船での戦いなんだけれども、これを兵隊同士の陸戦に変えてしまえば、こっちもうまくいくんじゃないか。そんな風に発想を転換したわけです。なんて恐ろしい。そこで考え出されたのが、この新兵器、コルースってやつなんですね。カラス装置なんていう風にも言います。というのも、いわゆる一種の環状桟橋ってやつなんだけどもね、幅は 1.2 メートルの長さは10メートルぐらいです。後でイラストがあるので、それでまた解説するけれども、これを敵艦にガツンと打ち込むわけですね。まるでこう、カラスが餌をついばむように、杭をガツンと敵に打ち込むので、カラス装置なんていう風に言うそうです。カラスは空を飛ぶ頭のいい鳥、カラスです。でね、橋を作って海兵隊を一気に敵艦に乗り込ませて、いわゆる陸上戦に変えちゃうと、白兵戦に持ち込むっていうことですね。なので、カルタゴもそういうことは想定しているから、大体ね、通常40人ぐらいの海兵隊って乗っけているらしいんだけれども、ローマの場合は、そもそも、いわゆるガレーシップの激突する戦いなんていうのは考えていなくって、最初から海兵隊で戦うぞと思っているから、3倍の120人を乗船させていたそうです。ただこうすると、長所としてはね、敵艦の損傷を最小限に抑えながら拿捕できる。コルースの杭をガツンと打ち込むだけだからね。あとは敵兵皆殺しにして船奪っちゃえばいいんだもん。ただ、重すぎてバランスを崩すコルース装置って1トン近くあるわけだよ。それが船の先端にくっついてるわけね。だからもうそれですっごいバランス悪いでしょ。だから嵐なんか来ると簡単に転覆したらしいね。いうわけで、あと重くなる。120人も海兵隊乗せているっていうのもあるじゃないか。それだけでも3倍の乗組員でしょ。それだけでも重いし、コルースも1トンあるし、なんていうんで、スピード出ません。小回り効きません。いろいろと不具合もあるんだけれども、とりあえずこれでやってみようかってことになったわけですよ。はい、これがローマの三段回線。で、この部分がコルースですよ。カラス装置。でね、これ可動式でだいたい180度ぐらいこう回転できるんですね。こっちガチャンってやって、こっちガチャンってやって、こっちガンってやってもいいんだけれども、とにかく敵艦に近づいていって、こいつを打ち込む。この牙みたいになってる杭を打ち込む。で、環状桟橋作って、ここにいる120人の海兵隊たちが乗り込んでいくわけですね。で、3倍近いその兵力で敵の軍艦を制圧してしまうという、そういう戦い方を考えたわけです。でね、この絵なんだけれども、今まで例外なく全ての絵を、写真とかも、ウィキペディアからいただいてきたものなのね、ちょっと引用したものなんだけれども、これだけはどうしてもこの三段回線っていうのかな、コルースを積んだ三段回線の絵がなくって、やむなくっていうんですか、ピンタレストというサイトから拝借してきたものなのね。だけれども、じゃあ誰が描いたものなんだろうっていうのが全然わかんなくって、もう一生懸命探しました。で、突き止めたわけですよ。ここまで。これ、ロシアのズベズダっていう会社があって、模型を作る会社らしいんだけれども、そこのプラモデルでこれがあったらしいのは、ローマの三段回線っていうのがあったらしいですね。今はもう発売していなくって、もう過去のものなんだけれども、その写真がありました。これです。ズベズダという会社が採用していたプラモデルの表紙として、箱の表紙として使っていたものです。ここまで突き止めたっていうか、ここから先は分かんなかったです。ごめんなさい。でも一応出展ということで、ここで紹介させていただきます。はい。というわけで、早速チャンス訪れます。ミラエ沖の海戦。ローマの軍艦は90隻に対してカルタゴ軍は130隻だから圧倒的にカルタゴの方が有利だったんだけれども、この新兵器、なんとローマの艦隊突っ込んでこないんですね。勢いを出してっていうんですか、エフコとかって漕いで。そうしないで、なんか知んねえけどノロノロってやってきて、コルースって見たこともないような海上桟橋ガツンとかって打ち込んできて、乗り込んでくるわけですよ、海兵隊が。
いや、こんな戦い見たことないっていうんで、慌てるわけですね、カルタゴ軍。結局、この新戦術に対応することができず、カルタゴ軍負けてしまいました。はい、図解説明すると、ここパレルモっていう現在の町があって、当時はパノルムスって言ったんだけれども、カルタゴの植民地があった。で、ここから出撃したカルタゴ軍と、ローマのコルースを装着した新ガレシップですね。これがミラエ沖で激突することになります。その結果、というわけでローマ軍、開戦初勝利を飾ることに成功しました。こういうところローマってほんとすげえなと思うんだけれども、恐ろしいけどね、逆に。でも参考になるところすごくあると思うんだ。ローマは自分たちが苦手とするもの、例えば上手の敵がいて、だけどその上手の敵が持っている戦い方とかね、なんで強いんだろうっていうのを徹底的に研究し、パクれるところは徹底的にパクるわけですよ。それでも足りないところがあったら、自分たちでどんどんアイデアを出して、それを積極的に採用していく。できるかなできないかなじゃないんだよね。もう切羽詰まってるってのもあるけれども、どんどんとりあえず使ってみよう。やってみてダメだったら次を考えればいいじゃないかっていう、とりあえずやってみようっていうこのスタンス、とてもとても大事だと思うんだよね。人間もさ、こうやって積極的に何かやっていける人がどんどん成長していって成功を収めるんじゃないかなというふうに思っています。実に参考になるところですね。それはそれとして、カルタゴはこれで大きな艦隊を一つ失ってしまったわけなので、体制を立て直すのにちょっと時間かかります。その間にローマは自分たちの制海権を広げようと考えました。まずは手薄になっているコルシカ島だな。ここにあるカルタゴの植民地アレリアっていうのがあったんだけれども、ここを襲って徹底的に破壊しました。住民たちは皆殺しにされるというか、男どもは殺され、女子供は全部奴隷として売っ払われるという、またいつも通りのローマの残虐な面がここでも見られたわけですね。余生を買って今度はサルデーニャ島のオルビアという町を攻撃するんだけれども、これには失敗しています。一方カルタゴの方は急いで立て直し、体制を立て直し、サルデーニャ防衛を試みるんですね。それがスルキ沖の海戦っていうんだけれども、残念ながらこちらでもローマが勝ってしまいました。はい、というわけでちょっと今までの画面だとコルシカ島が見えなかったので、もう少し引いてみます。っていうかさ、このアングルの方が良かったね。最初からこれにすればよかった。全部見えるもんね、これだとね。ほら、イタリア本島の根元まで見えるもん。これいいな。もう今更遅いんだけどね。いうわけで、ここがコルシカ島。これがサルデーニャ島ですね。で、アレリアがこれですよ。で、ここへ向かって、行くわけなんだけれども、そして、略奪を働きます。破壊をし。その後、オルビアの町へと向かうわけなんですが、こんなはずでは。な感じでこっちは失敗しちゃったわけだな。で、その後、遊びは終わりだ。お相手しましょう。なんて感じでね、またローマが勝ったわけですよ。コルース無敵だな、ほんとな。っていうか、カルタゴの方が、こんなの本当に見たことがないっていうんで、どうにも対応が思いつかなかったみたいだね。いうわけで、この辺りまでは、一方的にローマが勝ちを進めてきたわけなんですが、ここから1年ほどは、どうもカルタゴの方が逆転していくっていうか、一進一退な感じなので、勝敗なかなか決まりません。豪を煮やしたローマは、一気にカルタゴ本拠地を狙うべく、北アフリカ上陸作戦を敢行することになるわけですね。一方のカルタゴだって、そんな上陸許してしまえば、白兵戦、陸上戦だったらローマの方が圧倒的に強いのは分かっているので、何としてでもこれは阻止しなければいけないわけですね。ローマだってすんなりと上陸なんかさせてもらえるとは思っていないので、これに備えることになります。というわけで、ローマ、カルタゴ双方とも300隻を超える軍艦を用意することになるわけですね。こうして古代史上最大の海戦が始まることになるんですが、それに関しては次回のお話に譲るとしましょう。というわけで、今回はこれでおしまいなんですが、いかがでしたか？面白かった、ためになったと思った方は、チャンネル登録よろしくお願いします。作ってる本人、とても喜びます。
というわけで、次回、史上最大じゃねえな、古代最大の海戦が始まります。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。